てる来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 てる。やばい。美味しい。今日はね、この堤防にモンスターを狙いにやってきました。はい、テトラ帯になってますね。モンスターの住処は、こういうテトラのところになると思うんですけれども、やり取りがしやすいように、こっち側で釣り場を設けてやろうと思います。まずはね、タックルを作っていきますね。今日はね、強いタックル持ってきました。まずロッドが、シーバスとか狙う用のネッサ BB、 リールは5000番のハイギアタイプ、ラインはキーの2号にリーダーがフロロの50ポンドつけてます。14号ですね。普段はね、こんなに強いタックルを使うことはなかなか少ないんですが、今日は気合を入れてしっかり作ってきました。風も冷たいです。結構寒いな今日は。仕掛けはこちらの虫ヘッドパワー、そしてアシストフックです。こんな感じです。これでバラシが少なくなると思います。2ヒロぐらい長めに取ったリーダーにこの虫ヘッドパワーをつけるだけです。超簡単。しっかり結んで取れなければ OK。 餌はスーパーで買ったバナメエビ、そのまま使います。巻き絵用にこちらのオキアミも持ってきました。よし、じゃあオキアミ巻いていきます。とにかくまずは寄せる。エビをつけたいと思います。尻尾ちぎってもいいんだけど、そのままでもいいです。取れないように刺す。アシストフックで固定。よっちゃ。はい、こんな感じでとりあえず真下落としてみます。1投目、それ。水深はかなり浅いですね。もうそこかな。で、そこを切らないように糸吹けを取って、あとは待つだけです。もう基本待ちの釣りなんでこんな感じで、ただ竿からね絶対に離れないように待ちます。ドラグは固めに調整しました。もうあとはね、巻き絵を定期的に巻きつつ、30分に1回ぐらい餌を確認するという形でやっていきます。もう待つだけってかなり暇な釣りですね。当たりがないとこれで4時間とか、じっとしてないといけないのは割と真冬の寒い時期だと過酷かもしれないな。なんかエビも巻いときます。まずは魚に見つけてもらわないといけないんで、こいこいこい、魚こい。一見竿から手を離しているように見えますが、ちゃんと膝で踏んでおります。ちょっとの油断もねしないように。本当にこれで釣れるんかな。初めてやる釣りなんでね、ちょっと不安ではありますが、来ると信じて待つしかない。鳥だ。鳥が来た。寒そう。よし、一度餌チェック。全然無事何にもなってない。来た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 。やばい、ちょっと携帯やばい。やばい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 。ちょっと負けないんだけど、ちょっと待って、挟んでびっくりした。しっかりかかってます。負けない。
よいしょ。おお、うわー、でっかいのいた。ちょっと待って、抹茶携帯が、よいしょ。ほっ、よいしょ。入った。入った。待って。よいしょ。よいしょ。重い。よいしょ。よいしょ。怖い、携帯が。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やったでかい手が震える。すごいびっくりした。やりました。でかいよこれ。しかもちゃんと押すコブあります。ちょっと携帯をね見ながらぼーっとしてたんですけど、怖い落ちる。いやー、やったー。でかいすごい、こんな大きいんだ。初めて釣りました。コブダイです。コブダイやった。これを狙ってたんですよ。すごい。ちょっと測ってみよう。よいしょー。うわー、めっちゃ迫力あるな。コブダイってタイっていう名前ついてますけど、ベラの仲間なんですよね。でちっちゃいとメスなんだけど、大きくなるとオスに性転換します。なんでこういう大きくて頭にコブがあるのは大概オスですね。よいしょ。よし。でっかいめちゃくちゃでかい。もう両手でこうやって持ち上げるのギリギリですよいしょ。どれぐらいあるんだろう。ちょっと待ってね。ここがこうだから、66。ここがタンコブ。柔らかい。プニプニしてますプニプニ。この辺でかいな。いやー、パワーファイトでした。もうねテトラに入られずになんとか引き上げることができてよかったです。すぐ手前でかかったんで、やり取りもね割と短い時間で済みました。よかった。もうちょっと大きなのもいると思うんで、ここの場所とあと他のポイントにも移動して、狙ってみたいと思います。リーダー擦れてます。はい、傷がいってますね。これもうガビガビになってるんでリーダーは交換します。ちょっとねこう1時間ぐらい粘ってやってみたんですけど当たりないんで、次のポイント移動します。来てる。持ってかれたぞ。持ってかれちゃった。よいしょ。なんとかびっくりした。なんとかタモで回収できました。でももう切られてます。もうラインブレイク。ほら、これびっくりした。とんでもない大きさでしたね。全部竿ごと持ってった。まさかこの角度の竿をそのままこういう風に持っていかれるとは。いやーマジで悔しい。いやーこれ取
れてれば相当すごかった。もうほんと悔しいな。バンド、ここにこうやってしっかりつけておけば取れませんね。あ、当たってるあれ。おー、持ってく、合わせる。持ってく、合わせる。よし、来た。合わせました。来た。なんか来た。何？重い。おー、めっちゃ引く。めっちゃ引きます。切れた。切れた。もう、切れた。ちゃんとかかってたんだけど、やっぱりラインブレイク、口で切られましたね。あと合わせの時にね、このバンドですね、バンドを外してから合わせなきゃいけなかったのに、つい焦ってそのままこれのままこう合わせようとしちゃいましたね。ニコちゃんたち、ただいま。おいしょー。ねえ怖いかあり言えた。ふーちゃん、お留守番ご苦労様。よし、とんでもないの釣ってきたからね、調理していくね。今回の戦利品は重いはい、コブダイです。まな板に全然乗り切ってません大きいな、本当に。コブダイは別名寒ダイとも言われます。春頃に産卵期を迎えるので、冬の寒い時期がちょうど旬ですね。皮膚の表面がですね、意外と柔らかいです。そしてぬるっとしてます。柔らかいからね、このクーラーボックスの跡がついちゃってます。はい、味には問題ないと思います。歯はこんな感じでめちゃくちゃ鋭くて大きいですね。雑食なので、この硬い歯でね、貝などをバリバリ噛み砕きますね。今回は淡路島で釣りをしてきたんですが、堤防からこんな大きな魚が釣れるなんてめちゃくちゃ夢のある場所ですよね。こちらの立派なコブダイと淡路島で見つけた食材や調味料を使って美味しい料理を作っていきます。まずは鱗を取りますね。釣ってすぐにエラと内臓を処理して3日ぐらい寝かせました。一個一個がすごく大きな鱗ですね。親指の爪ぐらいあるのかな、もっと大きいかな。こんな感じで、硬ってぬるぬるするし硬いし、よし、取れた。硬かった。はい、これがコブダイのお顔です。私の顔と比べて、はい、同じぐらいある大きいね君。うわー、かわいい顔してるはい、ありがとう。3枚におろしていきます。骨を切ることができないので、ちょっとあれですが、キッチンバサミでいこう。よいしょ、よし、オッケー。骨を取ります。よし、爪楊枝ぐらいありますよ。腹側の身を使います。皮を引いて一番美味しい脂乗ってるであろう腹側の身をですね、ボロボロにしてしまった。でもこれもったいないので味見してみるか。生姜のすったやつね。ここにお醤油を垂らしまして、お刺身にかけていく。味見分ができたと思えばいいよね。いただきます。楽しみ。癖ないですね。身が柔らかくて脂も乗ってて、こういう味がするのね。歯ごたえ的にはエビ弾力とプリッと感がありますね。美味しいです。薄切りにしていきます。柔らかいからね、切るの結
構大変。そしたらこちら、けんちゃんファーム淡路島玉ねぎ、大きくて立派な玉ねぎですよね。4分の1は薄切りにして、残りは少し大きめに切っておきます。薄切りの方は水にさらしておきます。パプリカ、しめじは石突きを取って分けておく。にんにくみじん切り、レモンも切っておく。フライパンを熱してオリーブオイルをひく。にんにくを入れて香りを出します。玉ねぎとパプリカを入れて炒める。ある程度火が通ったらしめじを加える。はい、淡路島オニオンスパイス。お肉とかお魚とか結構いろんな用途があるみたいなんですが、焼き野菜にも合うと思います。しっかり味付けしておきます。そしたらレモンを絞って、蜂蜜、粒マスタード入れて、炒めた野菜を入れて冷ましておきますね。30分ほど置いてしっかり冷えたら、水気を切った生の玉ねぎと昆布鯛の実を入れてよーく混ぜます。さらに時間を置いて味を染み込ませたら、器に盛り付けて青じそを散らしてできました。昆布鯛の和風マリネ完成です。淡路島産の焼いた玉ねぎと生の玉ねぎ、両方の味と食感が楽しめる一品です。しっかりつけましたからね、絶対美味しいと思います。おー、身がプリンプリンだ。いただきます。昆布鯛プリップリ、おいしい。玉ねぎめっちゃうまい。焼いた玉ねぎは甘いし、生のは香りが良くてマリネにすごく合いますね。すっごい大きい身なんですよ。薄切りにしても全然大きいからね。オニオンスパイスも美味しいですね。他の調味料入れなくてもバッチリ味が決まってます。はい、淡路ビア飲み比べたいので2本買ってきました。こっちがペールエール、そしてピルスナーです。種類がね5種類ぐらいあったので、どれを買ったらいいか迷ったんですけれども、売れ筋と定番を買ってきました。よいしょ、両方飲んじゃう。よいしょ。いっぱいいっぱいは継ぎません。ちょっとにして。それでは乾杯。美味しい。酸味とかあんまりないですね。麦の香りもちゃんとして、美味しいですね。よし、これがペールエールね。ピルスナー。よし、いただきます。違いますね。なんか香ばしい。麦の香りしっかりします。ちょっぴりフルーティーなのがペールエール。ちょっとこう甘い香りがする。でこのピルスナーはわかんないどっちも美味しい。なんでどっちも買ってください結局苦味もコクもね、両方バランスよくてとっても美味しいから。それではさらにもう2品作っていきます。身の分厚いところをある程度の大きさに切ります。皮も引いておきますね。 OK。 はい、竹ちくわ、竹やん。兵庫県の方は知ってるのかな。私は初めて見ました。みっちりしっかりついてますからね、気をつけて剥がさないといけない。はい、いけました。お米を炊きます。淡路島産の日の光という品種のお米です。卵を3つ割り入れて、白だし小さじ1ぐらいかな、大さじ1の水を入れてよく混ぜますやりますよ。私の
苦手な卵焼き。火は弱め、そう教えてもらいました、コメント欄で。よくなじませればいいのかな。こんな感じで。じゃ多いか。どうだ。やばい、ガスが切れた。ガスが切れた。ちょっと待ってて、卵。よしセーフ。いけるか。えいややっぱり火の調整大事だったんだ。むずすぎる。こうして、前回よりはいいよ。よしきれい。やった。はい、いきますぜ。どうだ。いい感じ。卵焼き苦手な自分としてはなかなかの出来なんじゃないかと。あっち。同じフライパンでタコさんウインナー。もう最初からタコさん型に切れてるウインナーがあるみたいなんで。本当だ。足が広がってきた。タコさん型すごいね。天ぷら粉少々、青さのりを混ぜまして、お水を少しだけ入れてちくわをつけておきます。はい、出ました。小麦粉も卵もいらないパン粉。これ便利。昆布だえの切り身をつけておきます。最初はね、くっつきがあんまり良くないんだけど、時間が経つとしっかりとね、身とパン粉がくっつきますからね。ちくわを入れます。表面がカリッとなれば OK です。さらに切り身をフライにする。よし。美味しそう。これは期待ができそうだ。あとは余熱でしっかり火を通そう。炊いておいたご飯。つやつやですね。丼の中にご飯を入れて、おかかまんべんなくのせて、淡路島産一番海苔ちぎってのせた方が食べやすいです。その上からご飯をのせて、そしたら今度はごま昆布、海苔、フライ、磯辺揚げ、卵焼き、タコさんウインナー、お漬物、たまちゃんのタルタルソース、淡路島産玉ねぎと徳島産すだち入り、つまり美味しいやつ。さらにかける酢、たっぷり玉ねぎ。ついちょっと遠出すると買いたくなっちゃいますよね、調味料って。そしたら淡路島の玉ねぎスープ、お鍋で温めたらこのスープが完成ということで、これも添えますね。できました。海苔弁丼完成です。お弁当の海苔弁を丼にしてみました。定番のおかずも入っててすごく美味しそうです。お弁当箱じゃないけどテンションが上がりますよね。続きまして生姜、ごぼう半分に切っておきます。お酒、お水がお酒の倍ぐらい、醤油、みりん、お砂糖を入れて加熱したら生姜とごぼうも入れて、頭にですねお湯をかけまして、鱗をこすり取ります。すごい迫力が。血合いも取っておきます。真ん中で切ろうかと思ったんだけど、全然骨硬くて切れないんで、このまま入れます。このでっけえ頭をですね、ここに入れて煮る。それだけ。うわー、怖いよ。やだ、跳ねないでね。入った昆布鯛釣れたらね、これを絶対に作ろうと思ってたんですよね。落とし蓋します。こんな感じで煮ますよ。ちょっと見るの怖いな。そろそろ、油がすごいよこれ。昆布とかその顎のぷよぷよしたとこが全部溶け出しちゃったみたいですね。できました。昆布鯛かぶと煮の完成です。ビジュアル強い。お皿には盛り付けられないので、お鍋のままいただきたいと思います。これ視聴者さんからいただきました。鮭スティックジャーキー、鮭フレーク。すいちゃんよかったね。人間も食べれるのかな。ちょっといただいてみます。美味しい。こんな感じで、はい、どうぞ。おー、すごい食いつきだ。なまら美味しいかい？
ちょっと待たれよ。さあさあ、すーちゃんゆっくりお食べよ。はい、完成しました。まずはね、このかぶと煮からいきますね。わあ、白くてすごく綺麗な身ですよ。おでこの肉かな。いただきます。あ、美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。あ、そう油がめっちゃ浮いてるからもうくどくて身も食べられないかと思ったら柔らかくて美味しいいけますね。よかった。ちょっと心配してたけど、ちゃんとかぶと煮美味しいですよ。これ全部はちょっと今日は食べきれません。なので残してさらに味が染み込んだのをね、後日いただきますね。これね、ほほ肉。あ、締まってる。顎を使って硬い餌も食べるので違う食感ですね。美味しい。いけますね。もしかしたら釜の塩焼きも結構いけるのかもしれない。それぐらいこの辺のお肉美味しいです。生で食べるよりも、私の好みとしては火を通した方が断然好きですね。そしたらこちらの海苔弁丼いただきます。うわ、海苔がくっついてくるさすが海苔弁。あ、美味しい。マヨネーズもソースもめっちゃうまい。すぐご飯すぐご飯食べる。あ、なかなか出てこない海苔で。竹ちくわの磯辺揚げ。甘みがありますね。おいしい。赤ウインナー。懐かしい味。昆布鯛はね、柔らかいけどすごく身質がしっかりしてるので、白身魚フライとして食べるのもぴったりだと思いますね。パサパサもしてないし、かといって水っぽくもない。すごくバランスのいい身質ですね。はい、最後に口の中をさっぱりさせたいと思います。めっちゃ美味しい。なんかね、結構あっさりしてるんだけど、玉ねぎ本来の甘みとシンプルな味付け、どれだけでも飲めちゃいそう。すごいホッとする味。美味しい。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。今回はおかっぱり堤防からのコブダイ釣り、タンコブゲームをお届けしました。この寒い時期にね、あんな大きな大物が釣れるなんて、まさに夢のような釣り場でしたね。淡路島はまだまだいろんな釣り物が狙えますので、またチャレンジしに行きたいと思います。そしてコブダイなんですけれども、今回は70センチを超えるものは釣れなかったですよね。正直80、90ととんでもないモンスターがいると聞いています。次回はさらに大物目指して頑張りたいと思います。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。大きいコブダイ自分も釣ってみたいなと思った方はぜひ高評価ボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あれ、すーちゃんすーちゃん